こんにちは、ゆきみんです。今日は本当だったらこの机にケーキがあるはずだったんですけど、ちょっと近所のねお気に入りのケーキ屋さんに行ったら今日閉まっててケーキ買えなかったんですよ。代わりにマクドナルドに行ってきました。最近ねチャイラテが売ってて、多分冬限定だと思うんですけど、めちゃくちゃ美味しくって結構何回もリピしてます。ちょっとこれを飲みながら、誕生日なんですよ。誕生日なのでちょっとこれをね飲みながらお話ししたいと思うんですけど、乾杯。誕生日なのでなんか1年を振り返ろうかなと思ったんですけど、誕生日が年末なので自分の1年を振り返るっていうのが結構今年1年を振り返るみたいな感じになるので、ちょっとそういう感じの話になるかなと思うんですけど、今年についてはちょっと反省点がありまして、良くなかったなって思う、はっきり思ってるところが一つあって、それは引きこもりすぎました。はい、認めます。本当に引きこもりすぎたこの状況っていうのがあって、外に出なくてステイホームっていいよね、ステイホームであるべきだみたいな言われ始めたじゃないですか。で、私はそれを忠実に守っていった結果、私ちゃんと家におって偉いやんって思ってたのが、だんだんこの状況だから家にいた方がいいっていうのを口実にして言い訳にして人と関わるのが減ってしまったりとか、すごくそんな感じだったかなと思います。もちろんむやみやたらとねバーってね行くようなそういう感じではないかなとは思うんですけど、今の状況っていうのにかまけてそれを言い訳にして使ってた自分に気づいてしまったので、来年は次の1年はですね、もうちょっとだけ活動的にっていうとちょっと自分に合ってないかな、うちにこもりすぎないようにっていうの、それは物理的にもメンタル面でもそうなんですけど、あまりこもりすぎないようにしようかなっていうふうには思っています。この1年振り返ると、私去年の誕生日に自分の誕生日にあげたもの、自分にプレゼントとしてあげたものが個人相談サービスを始めるっていうことだったんですよ。だからちょうどそのね個人相談始めてから1年が経つんですけど、やっぱいつかはそういうことやりたいなって思いながらいろいろ動画とかブログとかやってきて、そろそろ自分にご褒美としてそういう機会をあげようかなと思ったんです。もちろんね、いつもコメントくださる方とかアイコンとか見てなんとなく私の中でイメージ、こういう方なんだろうなっていう風にイメージしてたりとかするんですけど、1対1でお話しさせていただくと本当にリアルにお話しした方の顔が本当に動画撮ったりとかブログ書く時に浮かぶようになってきて、それってねすっごいありがたいことだと思うんですよ。画面の向こうでどういう方が見てくださってるのかなっていうのがあんまり分からなかったので、動画撮ったりする時もちょっと心もとない感じがあったんですけど、もうこの1年でそれが本当に変わりました。結局こういう活動というかこういう人生というか会社辞めて海外に来てブログ書いたりとか YouTube やったりとかして、それの終着点みたいなのって私の中で一つ決めてるのがあって、それは何かしらちょっとつながりたいなっていうのがあるんですよ。会社辞めてフリーランスになる方もたくさんもうね今の時代にたくさんいるし、日本出て海外に移住するとか情報発信もしてるとか、そういう方ってたくさんいると思うんですけど、そういうやり方を選んでる方っていうのは、それぞれいろんな目標というかやりがいっていうのがあると思うんですよね。で、私のやりがいって何だろうって考えた時に、やっぱこういうことだなっていうのをすごい実感した1年だったなって思いますね。私は特にポーランドにいるからといってポーランドの良さを日本のみんなに知ってほしいとかそういう思いも正直あんまりなくって、会社なんて辞めた方がいいですよみたいな感じでフリーランスになりましょうみたいなことを言うつもりもないし、ただなんか自分の考えとか思ってることとか、悩んでることとかね、いろいろそのまま話しながら、私ですらできてるから皆さんできますよっていうのをすごい言いたいなっていうのがあって、でもあれやな、ちょっとなんかこういう動画撮ろう、なんか1年を振り返る動画撮ろうって思ったけど、あんまりそういうの好きじゃないかもしれないですね、自分は。
こんなにねこんな話しといてあれなんですけど、まあねちょっとなんかあれかな、その過去を振り返って何とかとか未来のことがどうとかっていうよりかやっぱり今を頑張るしかないのかなっていう。今頑張るって言っても、まあ、今に一生懸命になるっていうことだと思うんですけど、私はすっごいこう心配性なので、心配性だからこそあんまり先のことについて考えすぎるの良くないなって最近めっちゃ思うんですよ。今この時点で未来のことについて考えてたら今を考えてないわけじゃないですか。なんかそういうことが私は本当に多いので結局今を一生懸命やったら未来は自然と良くなっていくと思うので、先のことについて考えすぎるのって良くないですよね。そういえばなんか、これ本当にどうでもいい話なんですけど、年を取るということについて思ったことっていうか、ちょっと母親とね話してて面白いなと思ったのが、この間ねうちの母親が結構高めのセーターを買ったらしいんですよ。高めのセーター、うちの母親あんまり高級な服とか普段買うタイプじゃないんですけど、多分自分のご褒美的な感じで買ったんだと思うんですよね。でそれを、私に言ってきたんですよ。セーター買ってって。でセーター高いの買ったのはいいけど、高いセーターってやっぱ取り扱いが難しいじゃないですか、洗濯とかね。だから私もあんまりセーターとかにはお金使わなくって、本当に自分で取り扱いができるすごい安物のやつがかえって好きなんですけど、洗濯するのすごい面倒くさいしちょっと後悔してんねんっていう風に母が言ったので、私がそれ面倒くさかったらクリーニング出したらええやんって言ったら、母親が高いセーター買えるぐらいの人っていうのはクリーニング代もケチらへん人なんやなって言ってて、それがすっごい面白かったんですよ。そうやなって思ったんですけど、なんでその年をね取るっていうことと、私がそのセーターの話を聞いて思ったのが、すごいこうブランド物とかそういうものを母親に着てほしいとか全然思わないんですけど、やっぱりでもね母親ぐらいの年齢になってくると、そこまでどうやって生きてきたかみたいなのが結構ね見た目に現れるんじゃないかなって思うんですよ。高いものを買うとか買わないとかっていうよりかは、自分に合ったものがちゃんと分かってて、自分に合ったものが身につけられてたらいいなっていうふうに思いますね。それは値段とかじゃなくって、こういうものが自分には似合うっていうのがちゃんと分かってたりとか、よく言うじゃないですか、こう目のシワの入り方とかね、よく笑ってる人はこういうところにシワが入るとか、そういうことだと思うんですけど、人となりというかその人生どうやって生きてきたかみたいなのがすごい外に出てくるなっていうのを思ってて、あとはねすっごい一つ思うのは、やっぱりこう若い人に興味を持っていたいなっていうのはすごい思いますね。若い人に興味を持つっていうのは変な意味じゃなくて、私の個人相談結構私よりも年上の方とか結構来てくださるんですけど、やっぱそういう方ってねすっごいなんかいいなって単純に思うんですよ。もちろんその人生経験で言ったら私よりも全然上なのに、それなのに私の考え方を聞いてくださったりとか、またいつか海外にチャレンジしてみたいんだけどどうしたらいいと思うだったりとか、若い人ってね結構年上の方にはちょっとこうバカにされやすかったりとか舐められたりすると思うんですけど、でも相談に来てくださる方とか本当にね対等に話してくださるし、自分の方が年上だからって言ってこうおごらないというか、そういう人になりたいなってやっぱすっごく思います。あとはやっぱ変化を怖がらない人になりたいなっていうのを思いますね。こんなに1年間家に引きこもってたとか言った後になんやねんって感じなんですけど、やっぱりその変化を怖がってるからこそ年を重ねるにつれて、自分の若かった時はこうやったのにとかっていうのを言っちゃうと思うんですよね。でもこう変化を楽しんだりとか、新しいものだったりとか新しい価値観とかに興味を持てる人であれば、若い世代との交流も途絶えないと思うし、楽しい人生になるんじゃないかなと思っていて、そうだから変化するの怖いとかね、世の中の流れが早すぎて怖いとかって言ってこうビビりまくりの人生よりも、変化することだったりとか新しく出てくるものについて面白いって思えるような人でありたいなっていうふうに思います。はい、ということで今日はちょっと誕生日ということでこの1年を振り返ってみたんですけど、なんかちょっと年末の挨拶みたいになっちゃったなそんなことなくね、今年はまだ動画を出しますので、またこんな話してほしいとかリクエストがあったら気軽にコメントいただけると嬉しいです。ではでは、えきみんでした。バイバーイ。